はい、こんにちは。まるんぽチャンネルのまるパパです。はい、今回はですね、日本本土最東端のね、ノサップ岬っていうところに来ております。はい、こちらの方はですね、一番東の端っていうことで、日の出がね、日本で一番早いって言われてまして、今はね、6月の13日なんですけど、6月でいうと朝のね、もう3時半には日の出が出るみたいです。今日はね、残念ながら濃霧なんで。はい、ちょっと日の出をね明日の朝望むのはちょっと難しいかもしれないですけど、ということでね、はい、向こうの方にねちょっと灯台もあるみたいなんで行ってみたいと思います。はい、ということで、こちらの方がですね北海道灯台発祥の地っていうことでね、ノサップ岬灯台になります。はい、ということで今回はですね、根室とあと釧路の方もねちょっと行きたいと思っております。ということで行ってきます。寒いな。はい、根室市にあるね、花咲ガニの食べれる第八さんに来ました。はい、楽しみ。何食べようかな。カニラーメン、カニ中華、カニカレー。アイロフ。はい、このエゾジカのね缶詰、この3缶セットでね1650円で売ってます。カレー味、味噌味、大和味、大和味ってどんな味なの？あとね、この餃子にんにく味噌ラーメン、これもめっちゃ気になるんやけど、今回はねちょっとカニラーメンにします。はい、結局ねカニラーメンとカニチャーハン両方頼みました。さすがにねちょっと中華丼は無理やったんで、はい、この2つをいただきたいと思います。はい、いただきます。すごいこの透明のスープがめっちゃうまそう。黄金スープや黄金スープ。いただきます。うまい。このわかめの味も結構染み込んでる。花咲ガニもいただきたいと思います。花咲ガニ。うまい。チャーハンもねいただきたいと思います。チャーハン、これ贅沢、このカニの乗ってるチャーハン。うまい。根室に来たらねこの花咲ガニが有名なんやけど、はい、ちょっとねノサップ岬からはこう外れる感じなんですけど、言うてもね10分ぐらいなんでぜひ来てください。ごちそうさまでした。第八さん行ってきました。むっちゃ美味しかった。はい、ぜひおすすめなんで行ってください。で営業時間の方は今お聞きしたら、朝の8時からやってるみたいです。朝の8時からラストオーダーが16時半までで、お休みは今休んでないっていうことでね頑張られてるみたいなんでね、はい、ぜひおすすめなので行ってください。はい、ただねちょっと事前に連絡確認だけしておいてもらった方がいいと思います。はい、では次行きます。はい、ちょっとねガソリン経由の方がね心配になってきたんで入れたいと思います。でこちらの方ねエネオスのフランチャイズで岡本っていう会社なんですけど、最近はねずっとここで北海道では入れるようにします。今前でねプリカで139円って書いてるんですけど、だいたいねこの辺の相場でいうと145円とかなんですよね。どこに行ってもなんか140円台やったね、140台のところが表示ベースで139円とかになってて、実際入れるとねいつも 131.9 円とかなんですよね。今回はどうなんでしょう、ちょっと分かんないですけど、とりあえず入れてきます。はい、今入れてきました。こちらの方ではねここ 132.7 円ですね。はい、それでも安いですよね。はい、このね岡本さんセルフですけどおすすめです。はい、もうね日も暮れてきたんで、ちょっと温泉の方に入りたいと思います。今はですね、北海道の浜中町っていうなんか半島になってるようなところに来てます。はい、で行くお風呂は霧タップ温泉ゆうゆっていうところで、
ルパン三世のね原作者のモンキーパンチさんが、の生まれ故郷がこの浜中町らしいです。で、お風呂の方は入浴料金が大人中学生以上が500円で、子供小学生が250円で、入館時間は、朝の10時から夜の10時までですね。で、浴室利用は9時半まで夜のねいう感じになってます。はい、まあサウナもあるみたいなんでね、ゆっくりできる施設となってます。はい、霧タップ温泉ゆうゆです。観光バスも止まってますね。結構駐車場も大きいのでゆっくりね、はい、車も止めることができます。では行ってきます。はい、道の駅厚木市グルメパークさんの方に来ました。はい、さっきのね霧タップ温泉ゆうさんかな、あそこねまあ行ってきてすごく良かったんですけど、いつもね最近サウナに入るんですけど、サウナでね地元の人とこう地元の人同士が喋ってるのにクマが出たっていう話をねされてて、ちょっとね駐車場をそそくさとねこう走ってこう逃げるように出てきました。でね、今はねこの厚木市グルメパークさんの方に来まして、今日はねここで車中泊の方をしようと思ってます。はい、ということで、はい、おやすみなさい。はい、おはようございます。今日はですねちょっと釧路方面にこのまま向かいたいと思います。それでは行ってきます。はい、釧路の方に着きました。今はですねこの釧路湿原国立公園の細岡田子部園地っていうところにね、はい、着いてます。一応ねなんかこんな感じで田子部湖っていうところがあって、はい、それを望むんかなちょっとわかんないですけど、はい、っていう感じで、そこのね今駐車場に来てて、まあ、車はねこんな感じで、はい、全然止めれます。はい、ということでねちょっとね展望台があるみたいなのでね向かいたいと思います。では行ってきます。はい、駐車場からねほんまに 2,3 分のところにこのビジターズラウンジっていうのが出てきて、はい、こういうね建物があります。この中に何があるのかちょっとわかんないですけど、ちょっとだけ覗いてみます。で右側からね展望台の方に上がっていくみたいですね。はい、こんな感じでね釧路湿原のいろいろ写真が展示されてたりとか、あとねちょっと軽食が取れたりとか、はい、グッズ販売してますね。はい、とりあえず次に向かいます。はい、ビジターズラウンジのね脇のところからこう階段をずっと登っていくわけですが、どれぐらい登っていくんやろうな、距離的には 600m っていうのをちらっと聞いたんですけど、はい、ずっとねこの山道を登っていくような感じになるのかな。はい、やっぱりねこの山道がずっと続くみたいですね。まあその山をね登った先には絶景がね待ってるんではないかとワクワクしてるわけですが、あとはねやっぱり美味しいものをねこの北海道に来て、痛風になりそうなものばっかり食べてるんで、やっぱりね時折運動も必要だしね、しっかりとカロリー消費というかね、はい、燃焼させながら、ね、旅を続けるっていうこともすごく大事だと思いますね。ずっとねやっぱり運転してたりとか、ちょっとした散策やったらもう全然ね太る一方なので、はい、頑張りますよ。はい、ずっと今上がってきてるんですけど、この辺実際クマどうなんやろな。クマは出えへんのかなこの釧路って。でもニュースで札幌とかでもね街中でも出てるっていうのを聞くんで、いないはずがないっていうね感じではあるんですけど、ただ知床とかね向こうみたいにしっかりガイドつけなあかんとかそういうことがないんでね、ほぼいないっていう考えたらいいんかなっていう感じです。あとねこちらの方は日が暮れるとね街灯がないんでね立ち入らないようにだけしてください。あくまでもやっぱり明るい時にね行ってください。お、なんか東屋みたいな休憩施設がね見えてきましたね。その先にはちょっと人がいるんで展望台なのか、はい、もうちょっと進みます。
はい、前まで来ました展望台はね、あそこ左展望台っていうね看板が上がってますね。こっちはこっちでちょっとなんか下を望めるんかな。はい、おお、こっちはこっちでね悪くない景色ですね。はい、ちょっとね下の方の草がもわもわっとうっそうとしてるんでねあれですけど、その上はね結構大パノラマが広がってる感じですね。ちなみにねどこに何があるっていうのは書いてあります。阿寒富士とかね、なんか、はい、よくわかんないですけど、はい、ということでもうちょっと進みたいと思います。はい、ずっとなんかミン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 というか、なんて言ったらいいんだろう、なんか夏っぽいね音が鳴ってますけど、これ知床の方でもね歩いてた時、知床5湖でもずっとこの音って言ったらいいの、なんて言ったらいいのが鳴ってたと思うんですけど、これセミの鳴き声なんですよね。エゾなんちゃらゼミみたいな。はい、ちょっと詳しくはね知床5湖の方の動画を見てください。ちょっとそっちをまだ編集してないんでね、きっちり見れてないっていう。はい、はい、急にねちょっと道が出てきました。草加展望台、ここ道路になっててね車が何台か止まってますね。ここまで入り込むことができるんですね。でここからなんかちょっと舗装がなんていうかな、タイル張りというか石張りというかになってて、すごく歩きやすくなってます。今までの道は何やってたのか。あ、ちょっとなんか見えてきましたね。人だかりというか人が結構います。はい、もうちょっと進んでいきます。おお、すごい大パノラマが広がってる。あ、これはすごいな。はい、ちょっと皆さんにもねお見せします。はい、手前に見える川が釧路川って言って全長 154km あるみたいです。はい、でね、全体的に釧路湿原国立公園っていうところになっていて、右側のね辺りかな、まあ、宮島岬とか平子丹岬とかっていうのがあるみたいですね。ちょっと見えないですけど向こうの方にも展望台があるみたいで、こちらの方の、公園なんですけども、面積の方が 28,788 ヘクタールっていうことでね、とんでもない面積を誇ってます。すごいな。もうここはもう野生動物もたくさんいるの、なんか日本じゃないみたい。はい、展望台の方行ってきました。すごく良かったですね。もう絶景。はい、ぜひね釧路方面に来られたらね、まああと天気には左右されるかもしれないですけど、ほんまは晴れてたらもっとねスカッとしててねすごく良かったなと思うんですけど、まああんまり贅沢言ってしまうとねまた雨が降ってしまうんで、はい、ということでね次の場所に行きたいと思います。はい、次はね御根内っていうところに来ました。まあ駐車場はねこういった形で無料駐車場があります。はい、でこちらの方はですね、この御根内北斗地区っていうところになりまして、このバリアフリー、これ木道と読むかな、木の道っていう風なことで、はい、ここをぐるっとね回って、観光の方ができるみたいです。はい、ということでちょっと行ってきます。はい、こんな感じでね、まあしっかりとした道というかが確保されているようなところになります。でやっぱりね動植物が多いエリアになるんで、ペットの方はねちょっと連れていけないという感じになったり、はい、します。はい、では行ってきます。はい、こんな感じでずっと続いていく感じですね。やっぱり道がねしっかりとこうなんていうかな、整備されてるのとされてへんのっていうだけでね、やっぱりこう疲労度が全然変わってきますよね。ただ距離がね結構あるみたいで、まあその回るコースにもよるんですけど、だいたいまあ平均して、2、3キロあるんかな。まあ行きが2キロで帰りが 1.1 キロみたいな感じで書いてたので、合計 3.1 キロ。はい、まあ3.1 キロ歩くかどうかっていうのはすごく迷ってます。でね、ここから先、200メーター行くとビジターセンターっていうのがあって、はい、まあ、そのねビジターセンターをまあ目標というかねして、ナビ設定して来ていただいたら先ほどの駐車場にね着くような形になります。は
はい、恩根内ビジターセンターに着きました。なんかね、あの辺テラスとかもあってすごくちょっとおしゃれな感じですね。せっかくなんで中入ってみましょう。はい、入り口に入るとね、この触ってエゾジカの角っていうのでね、これ角の展示をしてあったりとか、まあいろいろとね、この国立公園のね情報が、はい、記されてます。で、おトイレなんかもあるんでね、こちらの方でトイレに行ってからね、回られる方がいいと思います。はい、展示物のね一つの中にこの自然伝言板っていうのがあって、こちらの方にねいろいろとこう動物を見た情報をね皆さんでこう書いて共有してる感じですね。まあ、こことかやったらタンチョウっていうのが6月4日に見られたとかね、エゾシカ3頭とか、はい、まあ、カラスとかは別にあれやけど、クマとかいい意味やろなカッコ泣いてましたとかありますね。はい、っていう感じです。はい、ほんでね、ビジターセンターのテラスの方に行くとこんな感じですね。はい、ここからね釧路高原の景色をねちょっと眺めることができます。と言ってもねバッて広がってるわけではないんで、はい、では出発します。はい、ビジターセンターからね、出発するとこれがバリアフリー木道っていうのかな、木の道、はい、になってます。むっちゃ歩きやすい。これ最高やな。3キロぐらいスッと歩きそう。でこの木道のねところどころにこういうねなんか情報を、こう書いてくださったりとかしてるので、これを見ながらね行くとよりこうなんか楽しいのかなっていう感じですね。こういうねクイズがあったりとかもします。はい、こんな感じですね。すごいいい感じこの木の板最高。この鳥の鳴き声とセミの鳴き声とね聞きながらね、まあマイナスイオンもこう出てるのかな、癒されながらね行きます。これ多分ね今まっすぐ直進でずっと走っていってるんですけど、向こうの方に道があるんやろな。ぐるっとこう回って帰ってくる感じなので、ただ道ね見えへんというか、まあ、道が見えへんのはしゃあないですけど、人が歩いてるのがあんまり見えないので、はい、そこまで歩いてる人っていうのは少ないのかもしれないです。はい、あとねいろいろ植物がねたくさんもちろん生えてるんですけど、まあ、このねなんて言うとやろう、知識のなさちょっとね知識がなさすぎて植物の名前は一切わかんないですね。まあでもね気持ちよく、はい、歩けたらいいかなっていう感じでね、はい、歩いてます。はい、なんとですねちょっとこの木道の分岐が出てきました。これまっすぐ行くとねもうこの木道がないんですよね。草むらというかあぜ道というかで、ここをね左に曲がると木道がずっとある。でここは実際にはそのビジターセンターからまだ600メートルぐらい歩いたところになるんですよね。迷うな。これまっすぐまだ500メーター進んでからこう山道というかね向こうの方ずっと1キロ以上歩いていくとここを左折したところと合流するんですけど、まあ、ちょっとね向こう行くのはまあいろんな意味でリスクがあるかもしれないんで、こちらのね木道の方ですねこちらの方に行きたいと思います。それでもね合わせると何メーターやろ、2キロぐらい、はい、にはなりますんで、まあ2キロあったら結構いい運動ですよね。はい、ちょっとね木道がこんな感じではい、若干ダメージを受けてますが、継ぎはぎでねこの辺とかちょっと折れちゃってますよ。はい、そんな感じで、はい、まだまだ頑張ります。はい、今の道木道をね左に曲がって今進んでるんですけど、ここに来るとねこのなんやろ湿原っていうのかなにもう挟まれてる感じ、すごいいい景色です。はい、で今からねちょっと木の中に入っていくんでね、またちょっと景色が変わっていくと思いますが、でちょっとずつね歩いてるとこういうね休憩スポットベンチみたいなのが出てくるんですよね。まあここでねちょっと休憩することができます。ただねちょっと雨降った後とか湿ってるんでね、なんか敷くものがあった方がいいとは思うんですけど、あとなんか方々で鳴いてる鳴き声もちょっと違う鳴き声が聞こえたりとかね、多分鳥かな、ちょっと分かんないですけど、はいっていう感じです。ここ一応ね24時間行けるんかな、トイレ24時間空いてるって書いてたんで、まあ季節にもよるんですけどね、
ここ24時間夜中来るのはだいぶちょっと肝試し的な感じになるかな。はい、またねちょっと休憩スポットが出てきました。今度はこちらは何やろ、釧路湿原の動物たちっていうことで、あ、シマリスとかいるんですね。ウサギもいんねんよ。へえ、まあエゾシカとかキタキツネは分かりますけど、あ、ヘビとかね、でもここにはクマっていう記載がないんで大丈夫なんかな。でヘビも一応なんか3種類のヘビがいるんやけど、まあ、いずれも毒は持ってませんっていうことなので、はい、まあそういう意味では安心ですね。はい、今ねちょっと目の前に鹿が飛んでたんですけど、どこにいるのやろ。鹿、あ、いた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 、あそこあそこ、ほら見えますかね。あ、こっち向いた。あ、2頭いる。おお、ほらほらほら鹿がいます。すごいな、野生の鹿。やっぱりちょっとなんか野生の鹿とか会うとテンション上がりますよね。実家が奈良なんでね、奈良公園の周りの鹿はねいつも言ってるようにいっぱい見るんですけど、やっぱ野生となったらちょっと違うな。あとなんやろ、熊にだけはね会いたくないですけどねはい、そんな感じで、なんかここに来たのも今鹿に会えたので、まあそれでなんか、はい、良かったなって感じですね。でそうこうしてるとまたね今度 T 字路が出てきました。これ多分ね右に行くと、展望台があるんですよね。で展望台から先がさっきのなんやろ、あぜ道みたいなところになるみたいな感じです。あとここもね、ここ綺麗な休憩スポットやな。ここはすごくいいな。はい。でこちらの方ではまあホタルがいるとか、あとタンチョウね、タンチョウね、この前昨日おとついぐらいに見ましたけど、タンチョウも見るとね、やっぱりなかなかタンチョウなんかは本州の方で見ることも少ないと思うのでテンション上がります。はい。ということでね、せっかくなんでちょっとこっちの展望台、道も綺麗になったことなんでねはい、行きたいと思います。こういうね木道を歩いてるとたまにねこういう風な形で親切にね何が生えてますよっていうのを、はい、記載してくれてます。これミツガシワっていうやつなのかな。一応5月から6月が花の実の見頃っていうことなんですけど、もう全部多分散ってるんでしょうね。はい、そんな感じです。はい、こちらにもこの姫海遊っていうね里芋科の、お花っていうのかな、わかんないですけど、はい、花の見頃が6月から7月っていうことで、そこにね、はい、咲いてますね。ちょっとちっちゃい。そっちの方にも、はい、あったりします。でずっとねここを歩いてるとなんか向こうの方からカッコーカッコーって聞こえるんですよ、かすかにね。だからカッコウがいるかもしれないですね。さっきビジターセンターでカッコウ鳴き声みたいなのがあったと思うんですけど、多分このことなんやろうな。はい。あとこのね木がいろいろあるんですけど、ところどころ見てるとねちょっとこの動画ではねちょっと映せないんですけど、穴が開いてて多分鳥の巣みたいな感じなんでしょうね。いっぱい開いてたりします。はい、ずっと歩いてるとなんかちょっとこれなんなんやろ出てきました。はい、案内図があるんで、あ、これが展望テラスですね。ここに、はい、書いてます。展望テラス。っていうことで展望テラスってこれ上がってもあんま見えへんねんけど、あ、反対か。あ、なるほど、こっち向きでした。反対でした。失礼しました。これはちょっといい景色ですね。これでちょっと鹿とかね、タンチョウとかいてくれてるとさらに素敵なね、はい、動画をお届けできたんですけど、残念ながらね今はちょっといないようです。まあ、だいぶ離れて辺とかやったらヒグマがいてくれたりとかしてもね絵がなるんやけど、多分ねヒグマって50キロぐらいで走るみたいなんで、もし見つけられて追っかけられたら多分絶対捕まりますよね。はい、っていう感じです。あとこちらの方にもねこういう、はい、オンネ内軌道の木道かなの花とかね、あと水苔湿原っていうんやな、先ほどね上の展望台ちゃうわ、
はい、から見てたのっていう感じです。ではねちょっと、はい、戻っていきたいと思います。こっから先はねちょっとまた木がこんな感じで、はい、古くなっててねちょっとねでそっから多分なんや土のあぜ道に多分続くんやと思います。はい、ということでねちょっとこちらの方に戻っていきます。はい、ずっと歩いてたらねまた右手の方にずっと向こうの方ですけど鹿が、はい、いますね。結構やっぱり鹿は多いんやな。繁殖力が強いんかな。はい、あそこですね。はい、っていう感じでなんか鹿がどんどん珍しくなくなってきた。はい、行きます。はい、その後ねちょっと鹿をいろいろ鹿を見てるとっていうかこの草原というかね湿原をずっと見てると鹿8頭ぐらいいましたね。もうなんかどんどんなんやろ最初なんか鹿に会えて嬉しいみたいな言ってた自分が恥ずかしいというかなんやはい、もう当たり前になってきてますね。結構ねここに来たら鹿のテーマパークになっておりますので、はい、で鹿は悪いことしませんしね。はい、すいませんちょっとふざけたポーズをとってしまいました。っていうかね逆に言うとそれぐらいね人がいないので自由にね写真が撮れるっていう感じですね。はい、まあまあねいろんな楽しみ方があるんで、はい、ここに来てねやっぱり楽しんでもらえたらなと思います。はい、そうこうしてるうちにねもうそこ一番最初のなんていうかなビジターセンターから降りてきたところの一番最初の曲がり角まで出てきました。はい、っていうことはね、もうここからビジターセンターまで200メーターでね着くっていう感じなんでその上にはねもう駐車場がありますから、はい、まあこちらの方のね、はい、木道の方は終わりっていう感じになります。はい、ということでねまた次のところに行きたいと思います。まあ、時間的にねちょうどお昼なんでお昼挟むかももしかしたらもう次のとこ行っちゃうかもっていう感じですけど行ってきます。はい、駐車場の方ね着きました。今から行くのは釧路和商市場っていうね市場にちょっとご飯を食べに行きたいと思います。後ろねキャンピングカー止めれる駐車場になってます。はい、もう駐車場からね道挟んで向かい側が和商市場になってます。じゃあ入るぞ食べよう。はい、市場の中入ってきました。なんかね、洋服とかいろいろね雑貨とかも、はい、あります。こちらねお肉が売ってたりとかそうねいろいろとオールラウンド的な市場になっているのかなっていう感じですね。こういうねチーズとか、はい、加工製品とかも売ってますね。はい、ここではねこういう勝手丼っていうのが有名みたいでこういうねいろいろと魚とかが並んでて好きなやつを選んでね丼にのせてもらうっていう感じのやつがまあ流行ってるというかね、はい、主流みたいです。はい、こちらの方はね田村商店さんになります。はい。血抜きだけでうちの工場長1時間かけます。で日本で一番北上してるサバも30分かけて血抜きします。なるほど。血を流した時の濁った水2回3回取り替える、はい、ここまで作業です。綺麗な水から干すわけですよ。なるほど。しかもこの作業がね誰よりもうちの職人早いんですよ。なるべく生ものって手で調さない方がいい、はい、スピードと作り方と原料がうち最高だってことなんですよ。それが豊洲市場のネット通販に選ばれた理由ですよ。あ、すごいですね。食べてもらって最高っていう評価で始まった、はい、であとふるさと納税返礼品がね、はい、うち鮭で釧路市で1位なんですよ、はい、ほぼ紅鮭で高額納税の方は時知らずって日本一うまい鮭が来ます、はい、がうち自慢なんですよ。たまり醤油、たまり醤油、なるほど。じゃあ左ね味見だけ左このね田村商店さんのいくらねちょっと味見の分いただきました。めっちゃうまい。これ確かに全然違いますね。美味しいです。全部一緒ですよ。商品で一つこだわるってことは全てこだわる。なるほど。すごいですね。特
バが売りにしてる。こだわりがすごいんでね、このマホッケとかサバとかね、やっぱり血抜きに1時間かけてね、しっかりとされてるんで。サバは30分。あ、サバは30分。ああ、そうなんですね。サバは1時間かけると身ふやけちゃって、青魚。ちゃんと作るレシピがある。はい、こちらの方はね、最高級の時知らずっていうことでね、はい、いっぱいね、いてます。すごくね、この田村商店さんの方はこだわり抜いてね、もう選んだ厳選されたものをね、こうやって仕入れられてますんで、もうぜひおすすめです。大将曰く高額納税者の方がね、皆さん買って帰る、はい、商品っていう形らしいので、ぜひね、はい、キャンピングカー乗ってる方は高額納税者の方が多いと思うので、こちら田村商店さんでね、買っていただけたらと思います。はい、ちょっとね、こちらの株式会社里村さん、ね、こちらの方で買って丼を食べたいと思います。結構いろいろね、新鮮なものがたくさん揃ってて、表示もね、すごく分かりやすいですよね。北海道産とか釧路産とかね、分かりやすく記載されているので、はい、こちらにします。はい、先ほどね、里村さんの方はなんか具材だけみたいで、ご飯はね、別のとこで買うみたいです。一応ね、近くでいうとこのあったかいご飯っていう感じでね、ここでね、ご飯の種類が110円から310円あって、白いご飯とあと酢飯にもできるみたいです。でこちらでご飯を買って、先ほどのところにねまた持っていくっていうシステムだそうです。それ以外にもザンギとかね、いろいろ美味しそうな、ものがあるんですけども、はい、それらもね一緒に買えるっていう感じですね。ご飯のお椀なんかもこんな感じで、分かりやすく置いてくれてます。はい、あとご飯の方はね、私はこちら茶碗2杯半分の、310円プラス酢飯にしたんでね40円高くなるそうです。あとですね、カニ汁1杯180円、こちらの方もね頼みました。あとはね、向こうで具材を乗せて選んでもらって乗せてもらうだけですね。はい、大内商店さんの方でね、ご飯と、カニ汁を買ってきました。じゃあ丼何具材しようかな。はい、大トロ2枚と中トロ2枚と、あとどうしようかな、ボタンエビと、はい、マグロ赤身と、あと何がいいやろ。ホタテもありますし。じゃあホタテと縁側好きなんですね。縁側、はい。あとイクラとかもね、釧路産で。じゃあイクラと。さっきサーモンがね、取れてるので。はい。桜マス、フシラス、あとキングサーモンですね。天然物になってます。なるほど。もう1個ずつください。1個ずつ。時知らずとトロサーモンとキングサーモンね。卵も1個のせておいてください。どうしよう。ホッケとか珍しいですよね。ホッケあんまり生で食べられないので。ね、ホッケも、はい。例えば釧路産のね、サメカレー、ソイとか、青物大丈夫なニシンとかもね、釧路産です。なるほど。じゃあそれ1個ずつで終わりぐらいにしましょう。はい。サメカレーとソイとニシン。はい。結構いい感じですか。具が多いぐらい。はい、いい感じ。はい、バルンポ勝手丼ができました。すごいね、いい感じの丼に仕上げてくださいました。はい、ということで丼の方ねできました。これ上里村さんの方で、購入したんですけども、上の具材だけで3135円っていう感じです。でこのホッキ貝のね貝柱はサービスっていう形でね、いただきました。はい、結構ねいろいろさっきのご飯をね買いに行ったところもちょっとサービスしてくださりましたしね、気前のいい方が多くてすごく嬉しいです。ということでね、ちょっといただきたいと思うんですが、
ちょっと贅沢すぎんな。こんな感じになってます。はい、ということでいただきます。もうね実際トロ以外あんまり何が何か分かってないんですけど、とりあえずこのキングサーモンとトキシラズとサクラマスの違いが分からへん。多分ねこれがトキシラズかな。トキシラズねこの前ラウスでもね、はい、食べたんですけど、いただきます。あすごいなんか油がすごい美味しい。うまいうまい。いただいたちょっとホッケ貝のね貝柱、弾力があってプリプリしますね。ちょっとカニ汁もいただこうと思います。これ何のカニやろ。花咲ガニやな多分、ね、ちょっとトゲトゲしてる。いただきます。いいわ。カニのね出汁がすごい出てる。よし、次何食べようかな迷うな。次中トロ。中トロね、中トロ。うまい。これご飯足らへんちゃうわ。これちょっとトロは別格やな。めっちゃうまい。ちょっとね次はサクラマスを。うまっ。うまいね。今日ね水曜日の平日なんですけど、結構まあまあにぎわってますね。で大トロも2枚買ったんですけど、もう大トロなんかは、言うたらもうねボクシングでいう井上尚弥みたいな感じですよね。何階級制覇してね統一してんねん。なるほど。やばい。はい、ということでごちそうさまでした。めっちゃ美味しかった。ぜひねこちら、市場の方に来たらねこの株式会社里村さんの勝手丼ぶり、はい、おすすめです。ほんまに美味しかった。めっちゃ新鮮やった。もうお姉さんありがとうよ。はいという感じで、はい、こちらのね山崎鮮魚店さんの方ではねこの毛ガニとか花咲ガニとかねいまして、水槽の方にもねカニがいて、もうこのままねさばいて、はい、こちらの方でいただくこともできます。めっちゃうまそう。はい、ということで今回はですね釧路の方に行ってきました。はい、七高原もそうですしね、こちらの和商市場さんの方もねぜひぜひこちら釧路に来たらねお立ち寄りいただけたらと思います。もう勝手丼めっちゃうまかった。もう大トロ中トロもうやばい。もう魚全部やばいです。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。